衣装ね、しっかり映える感じで、そうですね。なんかアドバイスあります？一緒に撮るかな。早くやればよかった。まあね、じゃあ今回ね、シリコンバックホークやっていくんですけど、27歳ですね。お仕事でどんな関係ですか？ステージで踊る人。ああ、確かに言ってましたね。なんかやろうと思ったきっかけは、衣装ね、しっかり映える感じで、そうですね。で、今回シリコンバックホークはね、250のモデルバンドにサイズを入れていくんですけどね。シリコンバックだけなので、ハイブリッドホークと違って脂肪注入しないので、もうシリコンだけでなるべく自然な感じで作っていこうと思うんですけど、なんかどんな感じにしたいとかはありますか？一番は自然な感じで、なるべくね。やっぱりシリコンバックホークで一番のデメリットが違和感が出る可能性があるというところなんですけど、なるべくないようにしていってあげて、絶対その触られたらわからないようにっていうのはちょっと不可能なところはあるんですけどね、服着た時とかね、映えさせたいとかね、そういう場合にはすごいシリコンバックホークね、一回で大きくできるのでね、脂肪ホークだとちょっと定着率の差とかって読めないところとか、ペンに入れてもいいんですけど、その場合しこりとかできてね、後で修正とか大変になることもあるんですけど、シリコンバックだと人工物ではあるんで、違和感は若干出るかもしれないんですけど、確実にバストアップできるっていうところで、そこはいいかなと思うので、今回シリコンバックでつきますね。はい。お仕事はいつ復帰されるんですか？1ヶ月以内に。1ヶ月以内、全然大丈夫です。結構、なんか、しっかり踊れるんですか？割と。そうですね。2週間はね、無難に休んでもいいかなと思うので、シリコンを入れるときにね、結構剥離範囲が大事なので、この正中のところに寄せて、やっぱりこの骨のところどうしても入らないので、できるだけこのね、外側のところよりも内側に入れるようにはしていきたいんですね。このラインは綺麗なので、そのまま使おうかなと思いますね。ちょっと気をつけたいのが、やっぱりあんまり上剥離しすぎると、シリコンでね、寝た時に結構横に運動したり上に行ったりすることがあるので、ジェットコースター乗ってる時とかにね、海外の人上に上がってるし、動画とか結構回ってるのはあるんですけど、まずああいうのを起こさないためにあんまり上は剥離しすぎない。本当に通るところだけしっかり剥離していく感じ。できない時はあるんですけど、適切なところだけ剥離して、注意してやる方がいいかなと思いますね。じゃあ今回はそれでやっていきますね。ではオペに入っていきます。まずは麻酔ですね。脇のところを 3.5 センチほど切るので、そこを麻酔していきますね。この麻酔に止血剤のエピネフリンも入っているので、切開する時の止血にもなります。そして15番メスを使って切開をしていきますね。だいたい傷は 3.5 センチほどで、400とか300後半のものを入れるときは4センチ以上切る場合もあります。そして出血があるとバイポーラーでしっかりと止血していきます。次に行うのが致命線と液をしっかりと乳腺管の層に入れていくことですね。これが正直シリコンバッグの施術の中で一番大切な作業だと思います。この致命線と液の中にエピネフリンも入っていて麻酔液も入っているので、痛み止めの作用と止血効果がありますね。またこうやって致命線と液でしっかりと剥離することによってドン的に剥離して出血も抑えれますね。この時に乳腺管の層を他のところとしっかりとハイドロダイセクションといって、要するに水の圧で剥離することによって隙間をしっかりと作って剥離作業を容易にすることが可能です。大体僕は片側200から 300cc は致命線と液を巻きます。そして出血しやすい場所というのがあるので、そこにはしっかりと巻いてなるべく出血を起こさない工夫を行っていますね。巻いた後は手でドン的に剥離していきますね。正直内視鏡とかね、いろいろな機械はあるんですが、この手でしっかりと乳腺の組織を確認しながら剥離するのが一番確実で安全です。で、奥の方の届かないところはこの爆流鉗子を使って開けていきますね。この作業の時にですね、致命線滴をしっかり巻いておくことで出血をしないように剥離作業が行うことができますね。シリコンバッグを入れていきます。まずはこのポピドンヨードを、シリコンバッグの蓋のところに入れていきますね。このポピドンヨードで消毒したまま入れることで感染対策を行います。そしてこのポピドンヨード入りのシリコンバッグをキラーファンネルという中に入れて、で、そのままキラーファンネルを入れていきます。先端を少し入れて、そのまま押し出していきます。ぐーっと押し出してスッと入ってきましたね。そしていい層に置いていきます。綺麗な位置に入っていると思いますね。しっかりとチェックします。シリコンバッグ補強ちょうど1週間
250入れた方なんですけど、どうでしたか、みたいな。起き上がりがきついぐらい。まあそうですよね。こう起き上がるときにバックとかね、重たい感じとか、痛み出ると思うんですけど、今はどうですか？今もほぼないです。大丈夫そうですか。250入れてるけど、そんなに腫れ感もなく、いい感じに、今これぐらいだったらかなり3ヶ月だと自然になるかなと思って、ぐーっと進まっていいですか？ここを不自然に開かずに、愛字の綺麗なラインになりそうなんで、結構いい感じかなと思いますね。ここだけちょっと硬い感じになりますね。シリコンここから剥離するんですけど、組織がダメージ受けるので、それが治っていく過程でちょっと炎症反応が起こって、組織が繊維化したりして、ちょっと硬くなることがあるんですけど、治ってはいきますので、ちょっと経過見てもらったらいいかなと思いますね。なんか気になることありました？1週間。いや、大丈夫です。大丈夫そうですね。ちゃんと続けます。はい。シリコンマークでね、4ヶ月くらい。 9ヶ月。経過順調そうなんで、もともと形綺麗だったので、シリコン入れただけでもね、なんかすごい綺麗な感じで、ですけど、ここにあれですね、皮膜拘縮の硬い感じが当たりますね、ここね。シリコン入れるとですね、異物なので体が生体反応でちょっと防御して守ろうとする反応で、言ったらかさぶたみたいな感じですね。そういうのがちょっとシリコンの周りを覆って、ちょっと硬くなって、こういう触った時にですね、ちょっと気になる感じ出てくる場合があるんですけど、悪いものではないので置いておくか、本当にもうどうしても気になる場合は上から脂肪注入でコーティングするとか、あとはシリコンのサイズどうしても気にならない時は一回取り出して、その時に皮膜も取り出すっていうのはできますけど、これぐらいだったらね、置いといてもいいかなと思いますけどね。結構気になりますか？あそこまで。ちょっとさ、なんかあるな。触った時に。で、傷はちょっとこう、3ヶ月でこれで、綺麗にはなると思うんですけどね。赤み感あるんですけど、でも盛り上がってはないので綺麗にはなるけど、タバコ何本吸うんですか、1日？アイコス。アイコスか。8本吸う。アイコスでもやっぱり傷とかね、あと皮膜拘縮にも良くないんですよね。周りも吸います。はい。4ヶ月ぐらい経ってるから、もうあれですけどね。できたらオペ後はちょっとタバコをね、吸わないようにと、あと遠ざけてもらって、経過見てもらった方が。経過は良さそう、全然いいので、傷きれいに治っていきますけども、大体1年ぐらい見てもらって薄くなっていきますのでね。ぐーっとしてみてください。ここね、別に寄せた時に自然にありな感じになってるんで、いい感じかなと思いますけどね。アドバイスあります？受ける人にこれから。早くやればよかった。前やってる時はね、前やってる脂肪吸引とかね、包茎もそうですけど、やって満足していただける方はね、結構言ってくれるのでね、悩まれてる方にね、カウンセリングしていただければと思いますね。じゃあちょっとまた、半年の時見せてくださいね。